こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は洗い物も少なく手も汚れず時短にもなるのにちゃんと美味しい効率的なハンバーグの作り方をご紹介します。それでは早速アイラップを使ってハンバーグの種を用意します。袋の口は汚れないようにこうやって折り返しておいてくださいね。最初にパン粉を入れます。次に塩コショウも振っておきます。ご自宅にあればぜひナツメグも入れてください。ナツメグが入るだけで一気に本格的な風味になりますよ。次に牛乳を入れます。パン粉に牛乳が染み込んでいるとハンバーグが柔らかくジューシーになるので、必ずひき肉を入れる前にパン粉と牛乳を合わせておいてくださいね。こんな感じで軽く混ぜればすぐにパン粉が柔らかくなると思います。それではここに玉ねぎのみじん切りと豚ひき肉を入れます。今日は業務スーパーの冷凍刻み玉ねぎを使っています。生の玉ねぎをみじん切りにした場合でも同じ分量で大丈夫ですよ。そこにひき肉も入れます。今日使っているのは豚ひき肉なんですが、牛肉でも牛豚合いびき肉でもお好きなひき肉をお使いいただいて大丈夫ですよ。これで全ての材料が入ったのでよく混ぜ合わせます。ハンバーグを作るときは具材を混ぜるだけではなくてしっかりとこねることがとても大切です。肉に粘り気が出るまでこねておくと焼き上がりが柔らかくジューシーになりますし、焼くときにも形が崩れにくくなります。あまり長くこねていると手の熱で油が溶けてしまうので2分ほどこねて全体が白っぽくなっていれば OK です。普通はここで種を丸く成形するのですが、今日はほぼこのまま四角いハンバーグを作ろうと思います。まずはビニールの中で種を薄く伸ばします。だいたい1センチくらいの厚さになれば OK です。薄いかなと思うかもしれませんが、その方が短時間で火が通りますし、火が通ればふっくらとするので大丈夫なんですよ。種が薄くなったらヘラなどで4等分にします。小さいハンバーグが好きな方やお弁当用のハンバーグにしたい方は6等分や8等分でももちろん OK です。それではビニールをキッチンバサミで切って種をフライパンに移しましょう。今日ご紹介している作り方は食パンを使ってハンバーガーを作ろうかなと思った時に思いついたものなんですが、この作り方ならキッチンバサミ以外には生肉がつかないですし、成形する手間もないのですごく気軽にハンバーグを作ることができます。冷凍のみじん切り玉ねぎがあればまな板や包丁も使わないのでさらにお手軽なんですよね。それではフライパンの中にこの種をひっくり返して入れましょう。はい、こんな感じですね。それではハンバーグを焼いていきます。もしハンバーグ同士がくっついていたらもう一度ヘラで隙間を空けてください。フライパンを中火にかけます。このまま蓋を閉めて5分間加熱します。はい、5分経ったので蓋を開けてみましょう。表面が白くなっていますね。一度火を消して焼き目がついているかを見てみましょう。しっかり焼き目がついているようですね。それではすべてひっくり返してしまいます。こんな感じですね。とっても美味しそうです。続いて裏面も焼くのですが、この時にタレの材料も一緒に入れてしまいます。タレの材料はケチャップ、ウスターソース、お水だけで OK です。すべて入れたら中火で2分間加熱します。この加熱でハンバーグに完全に火を通すので必ず蓋を閉めてくださいね。ここでもう一つポイントがあるのですが、ケチャップ、ウスターソース、お水で作るタレはこうやって一度火を通すようにしてください。
そうすることでケチャップやソースの酸味が落ち着いてまろやかな風味になるので、よりハンバーグと合う味わいになりますよ。それでは2分経ったので火を消します。蓋を開けてみますね。とっても美味しそうですね。肉汁がさっきよりもさらに出ているので、ケチャップやソースと軽くなじませてくださいね。はい、これでハンバーグの完成です。このまま食べてももちろん大丈夫なんですが、私はこれをハンバーガー風にしようと思います。ハンバーガーといっても丸いバンズを用意するのは大変なので、手軽に食パンで作ろうと思います。まずは食パンの2枚の表面にマヨネーズを塗ります。次にスライスチーズをのせます。チーズの上にハンバーグをのせます。こうするとハンバーグの熱でチーズが柔らかくなって美味しいんですよ。薄切りにしたトマトものせましょう。ちょっとしたことなのですが、トマトに軽く塩を振っておくと味に統一感が出てぐっと美味しくなりますよ。最後によく洗って水気を切っておいたレタスをのせます。ハンバーガーというかサンドイッチ的な感じではありますが、意外と美味しいんですよ。最近はハンバーガーも意外と高価なので、これなら材料費1つ200円くらいなのも嬉しいところです。ということでラップに包んで少し落ち着かせてからカットしました。断面はこんな感じですね。手で丸く成形しないで四角いまま焼けば食パンにも挟みやすいので、ぜひ皆さんもこんな感じで作ってみてください。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したハンバーグの作り方は効率重視でものすごく時短になるのに味もしっかりと美味しいので、結構気に入っている作り方です。先ほども言いましたが、もっと小さくヘラで切っておけばお弁当にもちょうどいいですし、お弁当箱に入れるときは普通の丸いハンバーグよりもむしろ四角い方が入れやすくていいですよね。このハンバーグは冷蔵保存の場合は3日以内を目安に食べきってください。冷凍保存する場合はジッパー付きの保存袋に入れて1ヶ月を目安に食べきってくださいね。ということで今日の動画はここまでです。次回の動画でまたお会いしましょう。また見てね。